今回はお風呂のリフォームです。お値段なんと4万円。こんにちは、空き家再生の一人です。今回は昭和の香り残るお風呂を新築にしていきたいと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるマンは何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。というわけで本日はお風呂のリフォームに取り掛かっていきたいと思います。このぐらいの築年数ですとかなり築古感が漂ってきていますね。このままでも使えないことはないんですけど、こんな感じでね、ひびが入っていたり、汚れもなかなか取れないんですよね。特にこのタイルの目地のカビは頑張って掃除してもなかなか取れないです。なのでタイルにはパネルを貼っていこうと思います。天井はそのまま使えそうですね。少しカビが見られますが、清掃で綺麗になると思います。というわけでまずは清掃ですね。前回の動画でベランダの高圧洗浄した流れで私びしょびしょになってしまいましたので、濡れたついでにその流れでお風呂も清掃していきます。窓を開けて作業していたんですが、隣の方がそんな掃除の仕方があるのかということで、高圧洗浄機を、貸してあげました。とっても喜ばれました。私 DIY は得意なんですが、掃除はすごく苦手でして、その点この高圧洗浄でのお掃除は楽でいいですね。高圧洗浄が終わりました。あれ、このままで貸せるんじゃないかという煩悩が湧きましたが、もうパネルは買ってきてしまったので工事に移りたいと思います。その前にですね、浴槽を、磨きたいんですよね。この浴槽を磨くときにコンパウンドをつけたポリッシャーで磨くんですけど、コンパウンドがねどうしても回転して飛び散ってしまうんですよね。それが新しいパネルにつくと汚れてしまうので、先に浴槽を磨いていきます。グラインダーにバフディスクを取り付けて磨いていきます。磨きをやるときはですね、グラインダーの、電子変速っていう機能がついているものだと回転数を調整できるのですごく便利ですね。今回の物件はですね、浴槽がステンレスで、この築年数だとよくあるお風呂ではあるんですが、ステンレスの場合磨けばほとんど綺麗になるので、私は内見した時にステンレスのお風呂だと、テンションが上がりますね。また放浪のお風呂や、FRP 樹脂のお風呂だと、磨いてもなかなか綺麗にはならないですし、塗装すればいいっていうパターンもあるんですが、そんな工事の様子も今後の動画でご紹介できたらなと思います。こちらがフェルトディスクという仕上げ用のポリッシャーですね。こちらを取り付けて、さらに磨いていきます。こういった磨きの作業は沼ですよね。もうね、やっているとどんどん綺麗になっていくし、手間をかけた分光っていくんで、ついねこだわりが出てやりすぎちゃうんですよね。というわけで浴槽の磨きが完了しました。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。もう光ってますよね。もうこれだからステンレスのお風呂はありがたいですね。というわけで、パネルのカットをして早速貼り付けていきたいと思います。こういった木材以外をカットする場合は丸ノコの刃を変えた方がいいですね。私の場合、木を切る用の丸ノコと、あと何でも切っていい丸ノコの2つを使って作業しています。こちらの素材はアルミ複合板という素材ですね。大体のホームセンターで販売されていると思います。私は、ホームセンターバローというところで
一番安いので購入してるんですけど、1枚2800円ぐらいですかね。もしそれより安く売ってる場所があったらぜひ教えてください。カットが終わったら裏に両面テープを貼ってコーキングで貼り付けをしていきます。コーキングだけだとコーキングが乾く前に剥がれてきてしまうので、両面テープで一次接着をして、その間にコーキングが乾いて二次接着されて、しっかり止まるっていう感じですね。この両面テープはすごく強力なので、一度貼ると剥がれなくなっちゃうんですよね。なので、貼り付ける場所をしっかり決めて慎重に貼っていきます。場所が決まったら手で圧着した後、叩いて両面テープをしっかり圧着させるといいですね。こんな感じですね。ここからは早送りでどんどん貼っていきます。パネル同士の間隔はだいたい5ミリぐらいですね。適当なんですけど、広ければ広いほどコーキングがたくさん必要になりますね。ただ狭すぎるとコーキングが入らなくなってしまうので、3ミリぐらいでもいいかもしれないですね。結構適当にやっちゃってますが、コーキングすると全然わかんないですね。すごく綺麗になります。少し画面に見切れてるんですが、上の換気口あたりは、造作が少し難しいですよね。こういったところは大きめにカットして現場合わせをして少しずつ切ったりすると綺麗にいきますね。大部分が終わって、こんな感じですね。もう少しってところですね。このアルミ複合板は青いシートがついてるんですが、この間のコーキングを入れるときに養生代わりに使えるので、貼ったまま、作業していくと効率がいいですね。ではこちらですね、残りの部分も、貼っていこうと思います。普通この部分はエプロンを貼ると思うんですけど、どうしてもね造作をしていると、こういったアルミ複合板の余りが出ますので、こちらを貼り付けていくと、材料が安く上がるんじゃないかなと思います。浴槽を磨くときについでに磨いてもいいんですけどね。ただ大変なので、貼ってしまった方が圧倒的に楽です。このパネル工法の難しいところはですね、お風呂は水が流れるように勾配がついていますので、まっすぐじゃないんですよね、床が。なので、床の傾斜に合わせて材を切らなければならないのが、少し難しいところですね。ただ床はシートを張りますし、コーキングである程度はカバーできます。さあパネルが貼り終わったら次はコーキングですね。まずはパネルの隙間にコーキングを入れていきます。この時にこの青いシートが役に立つんですね。ちょっとはみ出すぐらいコーキングを充填して、柔らかいヘラで撫でていきます。こんな感じでね、足りない部分を途中で補充しながら、撫で上げる時はもう下から上一気に撫で上げてしまった方が綺麗にいきますね。で、私貧乏症なので、このはみ出した部分の、シリコンを拾ってまた違う溝にリサイクルしてますね。これは別に真似しなくてもいいと思います。さあコーキングが決まったらこの青いシートを剥がしていきます。これもね、できるだけ早く剥がした方が綺麗ですね。さあ OK が出ましたということで、どんどんコーキングをしていきます。この作業はですね、もう養生がしてあるので
もうどんどん進むんですよね。なんか自分がコーキングが上手になったような気がして楽しい作業ですね。気をつける点は、この隙間から水が入ると厄介なことになるので、しっかり奥までコーキングをヘラで入れ込むっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。さあパネルの間のコーキングが終わりましたね。あとはですね、この入り墨ですね。パネルとパネルが90度直角になっている部分をコーキングしていきます。これをやるときはですね、この青いシートを剥がしてやった方がいいですね。もちろんですね、綺麗に仕上げたい場合はマスキング養生した方が、絶対に綺麗に仕上がるんですけど、私はねスピード重視ということで、養生はなしでコーキングしていっています。プロの場合だと多分必ずコーキングしてやるんじゃないかなと思います。というわけで、コーキングが終了しました。どうですかね、もう新築じゃないですか。ユニットバスみたいですよね。やっぱり白は正義ということで、次はですね、このデスミの部分に、このままだとアルミ複合板で怪我するといけないので、プラのコーナーをつけていこうと思います。長さを測ってカットしますね。このプラスチックをカットするときはノコギリの目が細かいもので切ると綺麗に切れますね。コーキングをつけて接着していきます。これはですね、もうはみ出してしまうぐらい大量につけてしまって、はみ出した分をヘラで撫でるようにすると中に水も入りにくいですし、後で外れてくることも少なくなると思いますね。コーキングの量が少し少なかったせいか、あまりはみ出してこなかったので追加でコーキングをしていますね。もうここには本当に水を入れたくないので、しっかりコーキングで防水していきます。このエプロンのところも、コーナーをつけていきます。ここは少し大きめのものを選択しました。バッチリの仕上がりですね。これでパネル工法は完成ですね。さあ次はですね、床にシートを貼りたいので掃除機をかけていきます。シートの下にゴミがあるとデコボコを拾ってしまうんですね。長めに切ったシートをお風呂の形に合わせてまずはカットしていきます。普段は私は1320のシートを使ってるんですけど、このお風呂はですね大きかったので、幅が足りなかったんですよね。なので、1820のシートを購入しました。その際はですね少し大きめに切って、で少しずつカッターを入れて調整していくと、綺麗に仕上がりますよね。いろいろなメーカーからいろいろなシートが出ていますが、浴室専用のものもあるんですけど、価格が高いので私は通りの NS シートというものを使ってます。こちらはですね厚みが5ミリあって、慣れるまでは思い通り切るのが少し難しいシートですね。さあカットが終わったので、貼り付けをしていきます。ボンドヘラを使って、コーキングを伸ばして貼り付けていきます。本来はですねこの床のタイルの凸凹をモルタルなどで埋めてから施工した方が、本当はいいんですけど、私そのままやってしまってますね。もうね仕上がりもほとんどわかりませんね、凸凹。というわけで、完成がこちらですね。もう新築ですね。これは4万円でできるリフォームにしてはめちゃくちゃコスパいいと思います。サーモシャワー混合線は、プロパンガス屋さんに取り付けてもらいまして、鏡はなんと、残地物です。今日の動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。
またご意見やご質問などございましたらお気軽にコメントしてください。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。